1944年6月24日、15機のヘルキャット戦闘機が1機のゼロ戦の背後にぴったりと迫った。ゼロ戦は完璧な制御を保ったまま垂直の左旋回を担当。その鋭い軌道、ヘルキャットは次々と失速して脱落している。まさに天才的な操縦手だった。空母バンカー機飛行隊長ウィリアム・マコーミック。操縦先端に強い反応あり。さあ30、距離80。さあ30、了解。敵機動部隊に間違いなくある。偵察確認せよ。雲の間に黒影。艦影なり空母位置、従順位置、駆逐艦多数。よし、敵れ遅れ。完了。領収競り。よし、偵察人を進路旋回するぞ。捕まっとへ。1944年6月24日早朝、硫黄島の東方約 240km に展開したアメリカ空母機動部隊から51機の F6F ヘルキャット戦闘機が発艦した。攻撃目標は日本軍の拠点である硫黄島。日本軍の戦闘機相当が目的だ。日本軍側に迎撃の隙を与えて空中戦に引きずり出し、熟練パイロットと機体を一網打尽にする。この作戦を主導したのはクラーク少将。彼は補給のためエニウェ特艦省へ交代する予定であったが、ミッチャー中将へ攻撃を提案し、1回限りとの条件で承認を得た。ここに大規模な空中戦が幕を開けることとなった。偵察機より入電、敵艦隊発見数。練炭に敵兵隊南方距離111キロ。昭和19年6月、硫黄島防衛のために横須賀海軍航空隊を中心に八幡空襲部隊が編成された。この部隊は精鋭からなる混成部隊であり、空の宮本武蔵こと武藤兼義中、大空の侍こと酒井三郎少尉といった空戦のエースたちがいた。金ちゃんも無線機は下ろしたのかい？はい、30キロは軽くできますしね。これでまた艦長と暴れられます。当時の冷戦の無線機は信頼性が低く、実戦の空戦時にはほとんど役に立たないため、一部の腕利きのエースパイロットは取り外していた。アンテナ含めて除くと約30キロ、機体自重の約 1.6% 軽減になり、失速特性の改善にもなった。6月24日早朝、敵機来襲の砲を受け、冷戦約60機が擁撃する。無頭機は高度 4000m の雲上に進出、酒井機は雲の下に進出となる。この高度差が2人の空戦の行方を決定づけた。ここで大空の侍について紹介しておこう。その名は撃墜王酒井三郎。ラバウル航空戦では冷戦を借り、撃墜64機と語り継がれる伝説的なパイロットだ。ソロモンの激戦で右目の視力を失ったため、今回は左岸の視力だけで戦闘に臨む形となった。まさか自身生まれて初めての大苦戦の原因になろうとは思いもしなかった。彼の猟奇となったものは頻繁に背面飛行をする酒井を目にしたであろう。戦後のインタビューで見張りは前方2割、後方9割。一番怖いのが死角となる機体後方下部からの攻撃。腰をねじってしょっちゅう確認。そこが気にならないパイロットがやられるんだと述べていたそうだ。まさに永遠のゼロの宮部久蔵。上空雲の上で戦闘が始まろうとしていた。なんだ、グラマンが落ちていく。始まったな。2機立て続けに落ちてくる。これは無頭機が撃墜した2機のグラマンであった。下方に敵機を見つけた彼は高度を立ちどころに2機を撃墜、さらに2機を撃墜する戦果を上げた。酒井機も空戦を開始、なんとか2機を仕留めるが、片目ゆえに尋常ではない疲労感に襲われ、一旦戦闘空域を離れた。こう目が見えなくては危ない。
味方機に合流しなくては。お、あそこに15機の編隊がいるな。堺機はぐんぐん編隊に近づいていく。しまった。その編隊は遊軍機ではなくグラマンの編隊15機であった。グラマン側も当然気づき、20分にわたる1対10もの空中戦が幕を上げた。グラマンは単獣陣を取り円を描いて堺機を包囲。どう切り抜けようか。囲まれているな。急降下したら食われる。奴らの方が早い。彼は逃げたい気持ちを抑え海面までの格闘効果を選択。通常のパイロットなら恐怖から急降下を選び食われるであろう。ここは洋島上空だ。ある程度時間が経てば燃料補給が必要になる。逃げ切ってみせる。急旋回を巧みに駆使してグラマンの襲撃を回避していく。徐々に高度が下がり、ついには海面スレスレだ。敵弾回避のテクニックが横滑りだ。右足を踏み込み機首を右に向けて左に操縦桿を倒す。傾斜形の黒いボールが左に激しく飛び左に流されていることがわかる。機首は右を向き右に進んでいるように見えるが、実際の機体は左方向に滑るように進む。現在の飛行速度は約 450km。 急旋回で翼はたわんでしわが寄っている。立命中弾が来るか緊張のあまり汗が噴き出し目に入る。サンドバッグ状態だ。横滑りは横風を受け速度を落としてしまう。弾が当たる瞬間に滑って回避する。滑っている時間は数秒ぐらいである。回避したら戻して加速、その繰り返しだ。この伝説的な空戦を空中から目撃したのがマコーミック隊だ。 He's a really skilled pilot. もう数十回グラマンの射撃を同じ軌道で回避した。これはグラマンも同じ要領で毎回撃ってくるからである。射撃は相手の機首の先未来位置に向けて行う。これを偏差射撃というが、堺機は機首は横を向いているが進行方向はまっすぐだ。横滑りしているので機首方向に打っても永遠に当たらない。戦闘強化も無視し偏差を変えて打てば当たる。99% のパイロットにはできないものだ。堺市はそれをよく分かっていた。そして生き残るパイロットはそれができることに。敵の技量は高くない。もうちょっとだ。そうすれば逃げ切れる。グラマンの方は低空ゆえに一撃離脱は危険だ。一度に1機しか攻撃できない状況に持ち込まれてしまった。堺市もこれに気づいた。しかも重いアメリカ機が冷戦と旋回戦をしてはいけない。速度が落ちて失速し離脱するを繰り返している。これならなんとかなるかもしれない。堺機は全速の水平飛行で硫黄島を目指す。撃つなと思った瞬間に右足を踏み込み操縦を左に倒す。機体は横滑りの状態となり敵弾は右側の海面を白く波立たせる。とはいえ高速での旋回は操縦不能。冷戦には自動空戦クラックはない。さすがの堺市も腕がしびれ旋回のキレが鈍くなっている。一度に複数の敵機の攻撃を受けるようになった。ダメかもしれない。追いつかれるならば一機でも道連れにしてやる。ここで垂直に1回転、敵機の後ろに回る。すると敵機は驚いて散らばった追跡者との距離が。あれはすり鉢山だ。ここまで来てやられるのは無念だ。堺機は味方識別のため左右にバンクを振った。友軍よ、気づいてくれ。撃ってくれ。願いが通じたのか味方の地上砲火が打ち出した。
フラマンは慌てて一斉に反転、攻撃を打ち切った。堺機は硫黄島を飛び越し、引き返して着陸した。生き延びた。堺機の着陸が最後だったので、多くの搭乗員や整備員が駆け寄ってきた。いや、堺少尉だったのか。よく逃げ切れたもんだな。さすがだ、1対15だったぞ。そう声をかけ、中島隊長が喜ぶ。基地からは堺機の空戦の様子が見えており、もうダメだと思っていたそうだ。何しろ右目が見えんもんで、うっかり敵と味方を間違えてしまいました。あれだけ撃たれたのに、機体に一発の命中弾もなかった。堺市の階層によれば、普段から逃げる方法も研究しており、それがあったからこそとのこと。無線機を下ろした機体の軽量化も、旋回性能を通常の冷戦より向上させ、生存性を高めたであろう。武藤飛総長がニコニコ顔で堺市に話しかける。班長、今日は敵を下に見ながらの優位戦で楽な空戦でしたよ。4機か5機は食いましたが、弾が足りなくて困った。弾丸さえあればもっと食えましたな。私には今日の敵は手強く感じたがな。あまりにも楽だったのか。同じ空戦でも、その時の条件やその人のコンディションによって感想が全然違った。この戦いで八幡部隊が消耗、米軍側の記録では日本機29機撃墜、F6F は6機撃墜されたとしている。また米軍圧勝の要因は機体性能ではなく、日本軍のパイロットの質が著しく低下しており、多くが練習生レベルであったこととしている。この戦いから数日後の7月4日、このままでは引き下がれない予告は残存機をもって米第58任務部隊の空母に白昼強襲攻撃をかける。目標は敵空母の甲板、事実上の特攻だ。戦闘機体である堺市、武藤氏にも空戦禁止が命じられた。2人の運命やいかに。ご視聴ありがとうございました。いつも温かいコメントをありがとうございます。本当に嬉しいです。動画リクエストも楽しみにしております。高評価、チャンネル登録、ハイプをぜひお願いいたします。